こんにちは、投稿主のヨウムです。今回は、巨匠ベートーベンの隠れた名曲、交響曲第4番を解説します。よろしくお願いします。第3番、英雄と第5番、運命の間に挟まれて、ちょっと影が薄いですが、実はとても充実した曲なのです。英雄、運命にはない軽やかさも素敵です。二つに負けず劣らず、ハマっちゃいそうな曲なのね。今回はこの交響曲の背景や隠された魅力、さらにバイオリン弾きとしてのお話もします。最後までお楽しみください。ベートーベンは1800年前後に活躍したドイツの作曲家です。第4番が作曲されたのは1806年。彼が36歳の時です。時期的には中期ってところね。この頃、ベートーベンはバイオリン協奏曲や、ラズモフスキー四重奏曲など、傑作を次々に生み出したのです。すごいわね、どうしてなの？ハイリゲンシュタットの遺書による転換期にあったからです。ハイリゲンシュタットの遺書って？ベートーベンが難聴に絶望したあまり、1802年に書いた遺書のことです。遺書？なんか物騒な。遺書よりも決意文と言った方がわかりやすいかもしれません。自分の中の芸術という使命を果たすためだけに、苦難に耐えて生きることにする。難聴の中、このように書き残しているのです。以後、ベートーベンは遺書に宣言した通り、彼の唯一の世界となった芸術に打ち込んでいきました。生きる意味を見出そうとしたのが、この遺書ってことね。それを聞いた後だと、すごく深い曲に感じてきたかも。そうですね、第4番を含むこの時期の作品たちは、傑作の森、と呼ばれるほど豊かな内容なのです。その他にも、複数のパトロンが彼の音楽環境を支えていたこと、様々な出会いがあったことなども、傑作の森の時期を支えたのです。充実期に作られた曲だったのね。この交響曲は前後の英雄や運命と比べると、ややコンパクトで聴きやすいです。何か理由があるの？作曲依頼者が大きな理由です。この交響曲はハンガリーの貴族、オッペルスドルフ伯爵のために書かれました。彼はベートーベンの交響曲第2番が大好きで、宮廷を抱えのオーケストラによく演奏させていたそうです。彼もベートーベンの大ファンだったのね。そのため、ベートーベンは第4番を作るときに、彼のオーケストラの編成に合わせて作曲したのです。実際、前作、英雄よりも編成が縮小しており、フルートは1本、ホルンは2本に減っています。曲調もそれに合わせてコンパクトになっています。フルート1本って珍しいわね。そうですね。ただ、これが理由で演目に取り上げにくいんですよね。名曲なのにもったいないわね。もう一つ踏み込んだ話をすると、実はこの曲、運命と田園の構想中に割り込んできた依頼だったので、これらの曲に似たモチーフが出てくるのです。そうなの？ただそれは曲を聴きながらお話ししましょう。他の交響曲を知っているとさらに楽しめそうね。一旦話をまとめましょう。ベートーベンの充実期に書かれた意欲旺盛な曲だった。他の交響曲の要素が散りばめられている。検定者に合わせた小編成の曲である。ポイントはこんな感じ？その通りです。では、曲の中身に入りましょう。暗くない？はい、とても印象的な助走ですね。何も起こらない、空虚を感じます。この音型、実は運命のモチーフと似ているのです。本当だ。何を思ってこの主題を取り入れたのか、想像が膨らみますね。さて、最初はゆっくり静かに始まりますが、しばらくするとテンポが上がり、活動的になります。アレグロビバーチェ、とても生き生きとした主舞です。へえ、暗い曲って思わせておいて、急に明るくなるから新鮮ね。はい、朗らかさがより引き立ちますね。旋律には分散和音を多用しています。何か効果があるの？全体のまとまりをつけるのに有効です。跳ねるような音型で軽やかさを出しつつ、統一感も感じられるのです。高い作曲技術があってこその曲調なのね。まあその分音程が結構シビアなので、弾き手としては音感があると綺麗に聞こえます。のびのびとした音楽ね。そうですね。人によっては田園的、あるいは憧れなどを想像するかもしれません。確かに柔らかな感情もありそう。
この楽章は冒頭のセカンドバイオリンのリズムがとても重要です。このリズムの流れに乗って音楽を作れると素敵ですね。終盤ではなんとケンパニがこのリズムで独奏をするのです。なお、ケンパニの独奏は自作の運命でも現れます。後半はケンパニに注目ね。第3楽章。スケルツォとトリオによる楽章です。間奏曲ってやつ？実は間奏曲にしてはとても充実しているのです。通常はスケルツォ2回の間にトリオが1回挟まれるのですが、この楽章はスケルツォ3回の間にトリオが2回挟まれています。ダブルサンドウィッチです。その例えはわからん。そのため、ただの間奏曲より楽しみがいがあります。第4楽章です。快活ね。まさに軽快な交響曲らしいですよね。面白いポイントがたくさんあります。一番わかりやすいのは音形です。至るところに上昇音形が散りばめられています。そして駆け下りるような下降音形。この二つが縦横無尽に駆け回り活気を持たせています。まるで喜びが溢れ出るようね。ヨウム、バイオリン弾きとしてこの曲はどうなの？めちゃくちゃ楽しいです。実は、バイオリンの音域的にちょうど良い高さです。また、テンポもすごく心地よいです。さらに、ファーストだけでなく、セカンドも楽しいのが一押しです。ベートーベンって内声が美味しいイメージがあるわね。ただ、左手は結構忙しいので、やるとなったらしっかり練習する必要はあります。あと、この曲、一つ注意点があって、めちゃくちゃ転びやすいのです。転びやすい？端的に言うと、テンポがどんどん上がってしまうのです。音の間に休符が多かったり、裏拍からの旋律が多いことが理由ですね。間を待ちきれずに音が詰まってしまうってことね。何か対策はあるの？テンポを司るパートをよく聞くと楽です。この曲はわかりやすく、ベースやテンパニが提示してくれています。彼らからテンポ感をつかむのはもちろん、音の方向性まで感じられると一体感が増します。そうなのね。でも、4楽章とか早い方が楽しそうだけどね。4楽章の指示は、アレグロ、ノントロッポ。快速だけど、やりすぎない、という意味なのです。作曲者のイメージはちょっと違うのか。それに、早くしすぎると、とある楽器に怒られます。とある楽器？ファゴットです。この曲、特に4楽章のファゴットが鬼ムズなのです。やばそう。すごいタンギングですよね。ここ以外にも難所はたくさんあるそうです。なので、早すぎてしまうと、打ち上げで怒られること間違いなしですね。気をつけます。というわけで、エンディングです。こんな素敵な曲が英雄と運命の間にあったのね。まさに傑作の森を歩む洗練の交響曲です。親しみやすい音楽なので、機会があればぜひ充実感とともに楽しんでください。それでは解説はここまでとします。次回はどうするの？室内楽を紹介します。異形の空で紡いだ旋律。そんな素敵な四重奏曲です。了解、また見ていただけると嬉しいです。今回の詳しい内容はブログに載せていますので、興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。